お引き取りくださいなんだこのクソ失礼なやつ宮本君が裏で権力を操っている、それは人間のためだと思うけど。では今回ね、このとこ裏から権力を操るいう題名でやるんですが、重いまた生々しいでございますよ。生々しいですな。これが戦争上場マンのポイントでございますというところですが、いや言葉にするとちょっとうってなりますけど、皆さんこれ仕事場とかでやりません？要するに上司とかを、コントロールするみたいな感じですか？まあ所詮ね縦社会なんで、そう権力持ってる、予算を持ってるっていう人は上の人じゃないですか。ってなった時にその会社の文化とか習慣とかあるじゃないですか。そこが慢性問題だっていうところに切り込もうとした時に、やっぱそういう人たちの力を借りなきゃいけないじゃないですか。要するに味方にしていくってことね、裏で。そう悪い意味で使うんじゃないよ、ちゃんとポイントを抑えるって意味で僕は捉えたんですけどネゴシエーションするとか、根回しをした上でプレゼンを始めるとか、そういうことですよ、そういうこと、何かを変える、根本的に変えるために、最も権力持ってる人に根回ししていくみたいな、味方にしていくみたいなことを裏から権力を操るっていう意味合いで言うんであれば、それはそうかもしれないが、それはそうかもしれないけど、ここはちょっとなんかこう言語化するとすごいいやらしい感じに見えるなと思ってどういった意味で捉えるかですよね。ここで言うところのその裏から権力を操るというのはどういうことなのかってことをちょっと学んでいきたい。そうね、学びましょう。よろしいですか？危ないな、ですかね。はい。裏から権力を操る。遠藤、次の第9行からの下では、いよいよ戦勝増上マンと権力との結びつきを明かします。いつも大勢の人々の中にあって、私たち法華経の行者をそしろうとするために、国王、大臣、バラモン、孤児やその他のビクたちに向かって、私たちを誹謗し、私たちの悪を説いて、これらの人は邪見の人であり、外道の論議を説いているというと。池田、法華経の行者と直接対決するのではない。常に裏で操ろうとする。それが戦勝増上マンの癖です。仮面をかぶった生き方が身についてしまっている。本当は臆病なのです。そこで世間に向かって、また権力者や社会の有力者に対して、法華経の行者の誹謗中傷を繰り返すのです。須田属州増上マンを手先とするわけですね。いかに悪辣で卑劣であるかは、この一字を見ても明らかです。裏から権力を操って何がしたいかって言って、そうやって自分の真実を暴いてこようとする人間を排除しようとするとかいう話ですね。これは確かに悪いというか、しょぼいというか、直接言う勇気がないのでってことですね。ここがポイントで、山本君がやるとしてるのは裏で権力を操って現場の環境を良くしようとかしようとしたわけでしょ。成果を出すためにっていう意味でね。結合のためにだったらそれは話は変わってくるやん。そうだね。そうやって真実言ってくる、嫉妬生命を刺激してくるみたいな人間を権力を使って追い出そうとするというか、迫害しようとするっていうことですよ。自分じゃなくて権力を使ってっていうこと。典型的な悪じゃんこれ。そういろんなね漫画だとか映画とかでも大体このパターンのやついるじゃん。それの象徴ですよ。バラモスとか魔王みたいなのは。そういうことね。よかった、そっちじゃなくて。そういう意味じゃないですね。斉藤、西洋の異端審問も同様に聖職者は直接手を下さなかったようです。密告と拷問によって無理やりに死刑と定め、しかも自分は直接に死刑と宣告したり処刑したりしない。ただその犠牲者を世俗権力の手に引き渡すだけです。遠藤、自分は手を汚さない。偽善者はどこまで行っても偽善者ですね。池田、しかも権力に引き渡すとき、私たちは汝の命が助かるよう慈愛をもって願うが、やむなく汝を捨てて世俗の法廷に引き渡すという文章をつけたらしい。死刑を前提にして引き渡しながら、これほどの偽善はない。なんかよくありますよね、映画とか見ると昔の。そういう聖職者が裏でなんか死刑にさせるんだけど、その最後に自己正当化するというか、慈愛の言葉をかけちゃうみたいな。
なんか保険かけてる的な。自分は悪いことしてないと思いたいがためにやだわ汝の命が助かるよう慈愛を持って願ってます。ー。うんでもやむなくこういうことになってしまった。クソがーっつって。まあ真の悪ってそういう世界だって話。うんあと最も強い悪って言われる。なんか見抜きにくいから。うんそうね。ともあれ悪は結託する。連合軍になる。分け前を得るために団結の姿を示すのです。一方善は利得と無縁なために孤立してしまう。この悲劇を転換しなければならない。善が団結しなければなりませんっていう意味で創価学会と SGI がねそうね。団結してそういう力に負けないくなってるってことですよ。うん須田、次に三類の豪敵が法華経の行者をバカにしてあなたたちは皆仏であると悪口を言うとあります。現代的に言えばあなたたちは偉いよ、へえ、仏になれるんだってねという皮肉混じりの批判でしょうか。大したものだよ、あんなやつが仏だって言うんだからと聞こえます。戸田先生も当時のラジオの司会者とかに、あなたは生き仏ですかみたいな感じのこと言われてましたけど我々がいますよみんな仏の生命があってと。うん皮肉ですもんな。うん皮肉を言う人もスマートじゃないよねっていうか意地悪だなと思っちゃうんですよね。かっこよくはない。有効にと。はい。池田不教菩薩の行動のように何たちは皆これ仏なりとは本来最高の人間への尊敬です。それすらも三類の豪敵は人を嘲笑する言葉として使うというのです。人を見下すことしか知らない人間の卑しさが如実に現れている。遠藤、次の12、13行目の下では濁った時代の悪世には多くの恐怖があります。悪鬼がその体に入り私たちを罵倒し非難しますと悪鬼入護心が説かれています。そしてニンニクの鎧を着て法華経を説きそのための精神として我は神妙を愛せずただ無浄道を惜しむが述べられます。悪口言う人たちもうんその人が悪いっていうよりうん悪鬼が入って自分たちを責めてくるっていうような捉え方というかね、それを見破ってそこを戦っていくみたいな、なんかね、魔が差す。その人を排除するんじゃなくて、うんあそうそうだよね。その中に入ってきた悪鬼を排除するというかね。うん池田大聖人は無常道とは南無法蓮華経これなり。今日蓮らの類南無法蓮華経を惜しむことは妙根よりも惜しきことなり。南無法蓮華経を自分の命以上に大切にする。ここに信心の極意がある。妙法の光線流布に一切を捧げていく信心です。具体的には学会と共に前進し、学会を守り抜き、苦楽を共にしていくことです。学会を離れて妙法の光線流布はない。戸田先生が学会の組織は戸田の命より大事だとおっしゃった意味もそこにある。斎藤、この後俗世の悪僧たちは仏が種々の法を方便として説いたということを知らず法華経の行者の悪口を言い眉をしかめしばしば追放し塔や寺から遠ざけると続きます。種々の法を方便として説いた。うん女人不成仏とか、うん二条不成仏とかそういうことを説いた方便だったってことを知らずに、うんこんなこと言ってるじゃないかみたいな感じで法華経の行者の悪口を言ったりとかするってことだよね。うん池田しばしば追放サクサク見品髄です。大聖人は日蓮法華経のゆえにたびたび流されずばサクサクの虹いかんがせん。この虹は天台伝行も未だ読みたまわず言わんや四人親と断言されている。日蓮自分は法華経のゆえにたびたび流されたんだけど、流されなかったらこのサクサクの虹をどういうふうに理解するんだっていうことですよ。うんでこの虹は天台伝行も未だ読みたまわずっていうのは天台伝行はサクサクたびたび迫害はされてないだろうってことですね。うん言わんや4人よや天台伝行もだけど言わんや他の人たちは読んでませんよねこのサクサク見品髄を。うんサクサク見品髄を読み切ったのは私ですよねっていうようなライブですね、この大聖人の、この今の一節は、そうね。大聖人以外にこの経文を信読された方はおられない。20行の下は大聖人こそ真の法華経の行者であられることを証明する経文なのです。斎藤、近代において創価学会ほど三類の豪敵に迫害されてきた教団はありません。学会が真に
法華経を行じている証明です。まあ、心療学やっていくとやっぱいろいろ見えてくるじゃないですか、人間のことが。はいはい。で山本君とねこうやって長くやってきて、で順番にやってきて、順番にやってきたから嫉妬の生命と向き合えてない山本君っていうようなことをね俺がなんかこう言ったりするわけだけど、でもそれをなんかこう流れてきたから耐えられるっていうかなんか受け入れられるというか、そこまで感情的にならずに済むじゃない。はいはい。でもこれ関係性があるからここまでやってきたっていうのもあるけど、初対面でここって言ってなんだお前ってなるでしょ。そりゃそうでしょ。なんだこのクソ失礼なやつってなるよね。まあ真実を言うっていうのはそういう感じになってくるから、なんだこいつずっとしいなってなって、しかも山本君は信心してるから、そういうこと言われて力にできるけど、信心してもしなかったらただうるせえやつってなるわけだから、世の中大半そうでしょ。そうだからこいつを何かしらの罪とかにしてなんか追い出そうというか、権力者とかにちょっとあの人ちょっと追い出してくれませんみたいな感じの流れになっていくっていう感じで、まあ伝え方にもよるけど基本的には鬱陶しがられるというか、迫害されがちなんですよ。だから創価学会って真実を言うから。だから三類の合敵っていうのは避けられないというかね、うまいことはやれると思うよ。でも基本的には迫害されるですよね、真実言う側は。忖度してれば迫害なんかされないんだから。辛いね。いやまずは自分が向き合ってるかですよね。向き合ってないやつに言われたら、そりゃそうですよ。お前がそれやってから言えよっていうだけの話。じゃあお前がやれよって。そう。いやお前がまず歓喜に見えないんですけどみたいな感じのこと言われちゃったら、それまでの話で。それがそうでしょうね。まずは人に言うっていうよりかは自分と向き合うですな。それがセットになってるんですよね。自分が乗り越えた時に人にも言えるというか、分断にならずにね。十如是をちゃんとやれと。そうね。あれの順番が大事なんでしょうね、十如是って。なるほどね。それはいきなり「こんにちは」ってきて、もうボロボロのわけのわからん、もうとっちらかったような人間が「あなたは幸せになれますよ」とか言われても「お引き取りください」お引き取りくださいって大半の感情ですよね、普通の。そりゃそうなるから、せめて見た目でも、そうそりゃそうなるでしょっていう。早々期はそういうふうに戦っていって、でそういうふうに追い出されて塩をまかれたみたいな人もいるっていう話だけど、そういうことを経たことでこの見た目じゃあかんのかってそこで気づく人もいるし、で皆に整えていく、再度いくとかね、そういうやっぱ釈伏っていう行為をすることでいろいろ気づかされて、自己成長されていくっていう意味で行って大事だよねってことだよね。心療学の今行が大事だよねって話。そういうことだよね。めっちゃ大事じゃん。心療学の話になっちゃったけど、三類の合敵っていうのは創価学会に来るよね、そりゃ来るよねって話ですよね。そうね。心療学真面目にやってる人は、それは起きますよねって。で起きた方がいいんだ、っていうか、その難こそ誉れていますかね。なんていうか、成長の種でしょうね。気づかされることが苦しいやん。それはなんなんですよ。なんなんだ。そういう苦しさというかがあるからその泥が出てくっていう意味で難こそ誉れるっていうことでね。三類の合敵から逃げようたって本物の負けない、幸福境界は作れませんよってことですね、これ。そうね。三類の合敵が来るから絶対的幸福境界ができますよいう話になってくる、これ。邪魔者というか邪魔してくる人はいっぱいいるってことですよね。その通りでございます。人のためにね、人間のために何かしようとすると、人間を軽視してる人からすると、鬱陶しく現れるね。足引っ張ろうとする人は出てくるもんですよね。山本君が裏で権力を操っている、それは人間のためだと思うけど、もちろんもちろんそれをすることによって鬱陶しいって思う人もいるわけだ。そうでしょうね。そういうのとまた向き合うタイミングが来るかもしれないって、それはまた何でもあるし、それは確かにね、逆にやられたこともあるからね。だからそういうのも分かるんだけど、ただね、けつまずいて倒れるのは誰かのせいかもしれないけど、起き上がらなかったのは誰のせいでもないよねっていうところは大事にしてるつもりでございます。日々戦いでございますな。はい、お疲れ。おつもと。